今回の動画は6月9日に実施された 6.5 周年記念公式生放送及び新たなイベント次祭行の内容をまとめたものとなります。今回のイベントである次祭行はサイドストーリーとしては大型となる3週間開催。イベントの報酬形式はこれまでのサイドストーリーと同じく、イベントステージでポイントを獲得して交換所で素材などと交換する形式です。なお、青山降臨やアートなどであったイベント独自のミニゲーム要素は今回はなし。なので、毎日のノルマとなる要素は存在しません。イベントステージは通常 EX、S、MO の4種類。通常はイベント開催と同時 EX は2週目、S と MO は3週目に開放されます。今回のイベントで効率よく入手できる素材は人工ゲル、滑素繊維、炭化水素ポリマーの3つ。各種素材の次のドロップ効率の良いイベントの開催時期の目安は、炭化水素ポリマーが9月上旬頃、それ以外の2つはなしとなります。ただ、炭化水素ポリマーの次の入手機会となるイベントは、復刻イベントとランダムドロップイベントなので、こちらも確定で大量に入手できるイベントは今のところはなし。なので、各種素材の大量入手の機会は、今回が今年最後と思っておいた方がいいでしょう。というより、今年開催される今後のイベントで、効率の良いステージドロップがあるイベント自体、新規イベントはわずか1つ、復刻ですら2つしかないという状況なので、特定の素材を重点的に集めるというのは厳しい期間になるかと思われます。今回のステージには字枠と呼ばれるマスが存在。字枠マスには文字通り、マスに文字を書くための枠があり、このマスには画面上部に表示されているゲージが最大になるたびに活字印象が落下。活字印象が落下してきたタイミングで、このマスにいる味方及び敵ユニットは確定ダメージを受けます。さらに字枠マスの中にはこのように文字が書かれていることがあり、書かれている文字は活字印象に押されることで効果が発動。例えば現在表示されている在の文字であれば、印を押されるたびに生児を召喚。生児は味方の防衛ラインへと進み、防衛ラインに侵入することで自身の所持コストが回復します。今回のイベントでは常時所持コストの回復速度が下がっているので、この生児を無事に防衛ラインに送ることが一つ目のギミック。また、文字は在の他にも、兵や職、友など複数あり、例えば兵であれば因が押されるたびに大量の敵が出現するなど全てが味方ギミックというわけではありません。そして、このマスに書かれた文字たちは初頭を用いることでマスから削り取ることが可能。削り取った文字は保有することができ、別の字枠マスに移動させることができます。例えば山の文字を削り取って他の字枠マスに移動させれば、因が押されることで高台マスを作り出すといったことができるわけです。なので今回のステージは文字をどこに書くかが重要。文字の場所次第ではコストを大量に獲得することも敵の動きを容易に制御することもできるでしょう。今回のイベントではイベント任務をこなすことで星5波状車種である自由が入手可能。さらにイベント同時期にはリミテッドスカウトも開催。こちらのスカウトでは新たに星5医療オペレーターであるタラクサカミ、星6前衛オペレーターである赤人名称チェン、そして限定オペレーターである星6特殊オペレーターの1を入手することができます。各種オペレーターの性能紹介に関しては明日以降順次動画を上げる予定なので今回は省略します。ちなみに今回もイベントは3週間開催に対してリミテッドスカウトの開催期間は2週間なので引き忘れにご注意を。なお今回のリミテッドスカウトでは合わせてユウ、シュウ、チョンユエが復刻。これらのオペレーターは他の星6オペレーターと比べるとやや高い確率で排出されることになります。さらに今回のスカウトから年に加えて C も交換に必要な限定契約証の数が300から200に減少します。続いて同時期に実装される専用コーデを紹介。
合わせて各種コーデの復刻販売も行われます。続いて同時期に実施されるキャンペーンなどを紹介。期間中はいつものログインキャンペーンが実施、キャンペーン家具などが入手できます。こちらもいつもの合成玉獲得キャンペーン、今回もおみくじ形式です。合計で24回の無料スカウトを回せるキャンペーンも実施されます。論面兵に返還されるメールも配布。今回のイベントは実質的には春節イベントなので、各オペレーターからのお祝いメールも配布。イベント開催に伴って家具テーマも追加されます。資格交換所にはビーグルの専用コーデが追加。ワンや U、シーンズーなどの階層広くと逆離演算。本源エジと新たに実装されるオペレーターには専用モジュールが、アイリーニには統合戦略モジュール、パッセンジャーには生息演算モジュールが実装。公開求人には新たにカーネリアンやキララ、インディゴが追加されます。各種パックの販売も行われます。さらにグローバル版でも PC 版の配信が8月13日より開始。必要スペックは上記の通り、最低環境はおよそ10年前のローエンド、推奨環境もおよそ9年前のミドルレンジ程度なので、PC スペックで引っかかることはまずないかと思われます。ここからはゲーム外情報。以前から告知されていたラプルマの ASMR が発表されました。発売開始は7月9日24時からになるとのこと。合わせて楽曲も24時から配信が開始されます。ここからはグッズ情報。まずは B2 タペストリー、掛け軸タペストリー、バンとチョンユエのアクリルスタンド、トレーディング缶バッジ、ジオラマアクリルスタンド、イゴモナカ、ピンバッジ、手帳風カードケース、くっつく縫い、アクリルバッジ、アークナイツ美術設定集ボリューム4。こちらは大陸版と同じ内容であればコラボオペレーターを除く危機契約9からツビリングトゥルムの黄金までとなります。美術設定集ボリューム3と世界観設定集の再販。ただこちらは値上げされています。ビジェル、ロゴス、ブルピアヌスのアクリルスタンド、ランダムブロマイド。コミケ108ではアムニバスブースでグッズを販売し、後に自己通販を行うとのこと。販売グッズはグリッター缶バッジ、チェキプリント、アクリルスタンド、タペストリー、ポストカード、T シャツやトートバッグが販売されるとのこと。全国のファミマではタンブラーブックが販売。予約開始は7月下旬、販売は9月初旬からとなります。疲労回復ウェアが今年の秋より予約開始、販売は冬を予定。詳細は宝島社公式 X で発表されるとのこと。ニェン、C、チョンユエをモチーフにしたネックレス、水木のピアスとイヤリング、モスティマ、ニェン、スルトをモチーフにしたコラボバッグも販売されます。アズリウス、スカジ、水木のオペヌイも今年秋頃に予約開始。以上で 6.5 周年記念公式生放送及び新たなイベント、次祭行の内容の紹介と解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。